ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。ニューウェイ、今の時代に RB19 のような圧倒的なマシンを作れたことは驚きの話題です。エイドリアン・ニューウェイのマシンであるレッドブルの RB19 は2023年シーズン22戦のうち21勝と F1 史上最も圧倒的に勝利しました。圧倒的な勝利を収めることができたマシンを今の時代に作れたことをニューウェイ自身が驚いているとトップギアで語っています。2年目でレギュレーションが変更されない中のニューマシンであったにもかかわらず2023年の結果は圧倒的でした。全く驚きだよ。22年シーズンはシャシー面で1983年以来最大のレギュレーション変更がありベンチュリーカーに戻ることになった。2年目を迎えるにあたって冬の間にほとんどレギュレーションが変更されず実質的に進化したマシンを走らせることになったので我々のアドバンテージは根絶されないまでも減少するだろうと考えていた。しかし明らかにそうではなかった。その2022年シーズンに最大のレギュレーション変更がありましたがニューウェイはレギュレーションの変更を楽しんで最高のパフォーマンスを出しています。私はいつも規制の変更を楽しんできた。抜け道があるからというだけでなくレギュレーションの要求やそれが車のレイアウトの基本原則にどう影響するのかを理解するためだ。2022年シーズンはこれまでと違うことをしなければならないことがいくつかあった。それはグランドエフェクトの復活であり私はそのフォーマットでインディーカーに携わった経験から落とし穴があることを確かに知っていた。65歳のニューウェイはウィリアムズ、マクラーレン、レッドブルでチャンピオンマシンをデザインしコンストラクターズで12回ドライバーズで13回のワールドチャンピオンを獲得しています。ウィリアムズとマクラーレンは全く違った。私はレイトンハウスという小さなチームからウィリアムズに入った。1990年にそこを離れた時エンジニアはまだ5人だけでみんな独学だった。ウィリアムズは私が来るずっと前からチャンピオンシップを勝ち取ってきた明らかに確立されたチームだった。マクラーレンは全く違う雰囲気だった。ウィリアムズは事実上フランクとパトリックの趣味の店であり家族経営のようなものだった。一方マクラーレンにはロンの細部への大きなこだわりがありエンジニアリングチームは今日の基準からするとまだかなり小さいけれどブリティッシュエアロスペースを想像するような大きな会社のように感じられた。ニューウェイは友達を作るのが苦手で子供の頃はタミヤの模型を一人で作っていたそうです。10歳の時から自分が何になりたいか分かっていたというニューウェイは現在65歳ですがこれからもまだまだ歴史的な F1 マシンを作ってくれそうですね。ニューウェイ、今の時代に RB19 のような圧倒的なマシンを作れたことは驚きの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。